不動産屋さんの怪談です。今日は日本の不動産ではなく海外の不動産で起きたちょっと変わった怖い話をしたいと思います。今から30年ぐらい前の話です。うちの娘がまだ5歳か6歳ぐらいの時で、私と娘はニュージーランドの家に引っ越すことになりました。その家というのが森林の中にある別荘の家のように、とても雰囲気の良い山小屋風の一軒家でした。娘も近所の小学校に通うようになり、生活もだんだん慣れてきて、何事もなく順調に過ごしていました。ただ一つだけちょっと気になることがありました。その山小屋風の家の構造なんですが、傾斜地に立っていたので、玄関から2階まで吹き抜けになっていたのです。そのためキッチン、リビングルームは2階にあり、3段ほどの段差を上がってベッドルームが3部屋ありました。庭先にはその2階のリビングルームから出られる構造になっていました。そのせいかその家はすごい家鳴りがするんです。日本の家であんな家鳴りのする家に私は住んだことがありません。その家鳴りというのが、私が一人で家にいるとパキンパキンというすごい音がするので、私は何なんだこの音はと思いました。海外だから風が吹くと家鳴りがするのかなとか、日本とは家の構造が違うから家鳴りがするのかとか思ったのですが、娘や友人が家にいるときはそんな家鳴りは全くしなかったのです。私が一人で家にいると昼間でも夜でも家鳴りがしました。それから3ヶ月ぐらい過ぎた頃、私が夜寝ていると突然金縛りに遭うようになったのです。それも頻繁で週に3回ぐらい金縛りに遭いました。その金縛りがあると、その後は必ず怖い夢を見ました。悪魔や幽霊が出てきたり、怖い何かに追いかけられたり、ひどい事故に遭うような夢を見たのでした。海外生活で私に思わぬストレスがかかっているから、怖い夢を見たり金縛りに遭うのかなとも思いました。でも娘のためを思って海外に移住したのですから、まだ半年も経たないのに弱音を吐くわけにはいきませんでした。そして引っ越してきてから5、6ヶ月ぐらいが経った頃です。ある夜、私はベッドサイドのランプをつけたまま寝ていました。すると娘が私の寝室に突然入ってきました。そして娘は、ママ、私の部屋に変な人がいる、怖い、とそんなことを言うんです。娘はかなり怖がっている感じはありましたが、まだ小さな子供でしたので、当然寝ぼけたんだろうと私は思いました。だから、大丈夫大丈夫、そんな人いないから、ママが一緒にあなたの寝室に行ってあげるから、そう言って娘の部屋に一緒に行きました。そして私は娘の部屋の電気をつけて、ほら誰もいないでしょと言って、娘をベッドに寝かしつけて電気を消して自分の寝室に戻りました。次の日のことです。昨晩のことを娘と話すことになりました。私は、あなた昨晩部屋に変な人がいると言って夜中にママの部屋に来たよねと言いました。すると娘は、ママは私の言うこと信じてくれない。本当に変な人がいたのというのです。それで私は、どんな人がいたのと半信半疑で聞きました。すると娘は頭の上で両手でジェスチャーをしながら、こんな形の黒い帽子をかぶっていて黒いマントを着たおじいさんがいたのというのでした。娘が両手で示した帽子の形はシルクハットでした。そしてさらに続けて、そのおじいさんはゲラッゲラッってカエルの鳴き声をしてたのというのでした。つまりそのシルクハットをかぶって黒いマントを着たおじいさんが娘のベッドの足元でゲロッゲロッとカエルの鳴き声をしていたというのでした。娘は怖かったのでベッドの中で横を向いてしばらく時間を置いて、また寝返りを打っておじいさんの方を見ると、まだそのおじいさんはそこにいたそうです。それで娘は目をつぶって早くいなくなれ早くいなくなれと心の中で思い、また目を開けた時はそのおじいさんはいなくなっていたそうです。
それですぐにベッドから飛び起きて廊下に出て、その突き当たりにある私の寝室に駆け込んできたということでした。何度聞いても娘は、そのおじいさんはゲロッゲロッとカエルの鳴き声をしていたというのです。ですから私は間違いなく娘は夢を見たんだろうと思いました。その後私たちは2年ぐらいしかその家には住まず、他の場所に引っ越してしまいましたので、娘も私もあの夜のことは忘れてしまい、話題に上ることもありませんでした。それから十数年経って、娘が大学生になった頃でした。たまたまあの以前の家のあの夜のことを思い出したので、私は娘に、昔住んでいた家でまだ小さいあなたがおじいさんが自分の部屋にいると言って夜中に私の寝室に逃げてきたことあったよねと聞きました。すると娘はハッとした顔をして興味深いことを言うのでした。ああ、あの経験は私は今でもはっきり覚えている。ママはあの時夢だと言っていたけど、私は今のこの年になってはっきりわかる。あれは夢でも何でもない。本当に黒いシルクハットとマントを着たおじいさんが私のベッドの足元に立ってたというのでした。そのおじいさんはゲロップゲロップとカエルの鳴き声をしていたということでしたが、それに関しても娘は面白いことを言いました。あの時私は引っ越してきたばかりで英語がほとんどできなかったから、あのおじいさんが言っていたのはカエルの鳴き声の真似だと思ったけど、今から思えばあれはカエルの鳴き声じゃない。ゲロップゲロップじゃなくてゲットアップゲットアップ、つまり起きろ起きろと言っていたというのでした。私はそれなら合点がいくと思いました。あの時は娘はカエルの鳴き声というから間違いなく夢かなんかだと思いました。私にとってそのカエルの鳴き声というのが夢に違いないと思う要素だったんです。カエルの鳴き声じゃなくて起きろ起きろだったんですね。もしくは私の見解ですが、ゲットアップじゃなくてゲットアウト、つまり出てけと言っていたのかもしれません。後で聞いたんですが、黒のシルクハットとマントって死神の装束だそうですね。でも私も娘も命を持っていかれなくて本当に良かったと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。